あはは、美味しい美味しい。あれも美味しそうだから食べちゃおうっと。うまい、うまーベラス。やっぱり食べることは幸せだな。これ以上の幸せなんて考えられないよ。まだまだ食べるぞ。なんだよレミー、今いいところなんだよ。あなた、最近太ったわよね。その何気ない一言が、パチュリを傷つけた。適当なこと言わないでよ。なレミー、親しき中にも礼儀ありって言うだろ。まったく、失礼しちゃうわレミー。太ってなんかいないもん。太ってなんかいないもん。何食べ物で顔隠してるのよ。これ美味しい。私の話聞いてないでしょ。絶対聞いてないよね。そうだよね。まったく、何が親しき中にも礼儀ありなのよ。まあまあレミー、そう怒るなって。さっきから何なのよ。こっちはちゃんとやってるのに、その対応はないでしょうが。わかったよ、わかったって。お茶飲むから待っててよ。何お茶飲もうとしてるのよ。ただでさえパチュリー様は、図書館勤務なんですから、色々と健康には気をつけないといけませんよ。わかってるって。いや、どこ向いて言ってるんですか。あの顔は絶対にわかってない顔よね。まあまあ、そう心配しなくても大丈夫だって。大丈夫って、何が大丈夫なのよ。魔法で本を動かすだけなんて、やっぱり体に良くないからさ。だから最近運動を始めてみたんだよ。それは本当なの、パチェ。本当ですか、パチュリー様。パチュリー様が運動ですか。あれ、なんだろう急にイライラしてきたぞ。またお腹でも空いてきたのかな。そうそう、みたいならば、の話だけど、運動ってやつを見せてあげるわよ。どう？見たい？見たくない？見たいです、お願いします。見たいです、見たいです。そこまで言うならしょうがないな。いいでしょう、お子ちゃまどもに見せてやる。あれ、なんだかイライラしてきた。奇遇ですね。私もイライラしてきました。私が運動をするだなんて世紀の瞬間よ。それでは皆様、世紀の瞬間をご覧あれ。いいから早くやってくれないかしら。というわけで、よし、準備できたぞ。レミー、いつでも OK だぞ。わかったわ。まあ、パチェのタイミングで始めてちょうだい。どう？いやー、いい運動したぞ。運動だけに、どうでしょう。どうもこうもないでしょうが。てか、なんだこの運動は。パチュリー様、そんな運動ではあまり効果はないかと思います。効果はあるぞ。一体どんな効果があるって言うんですか。時間が経つにつれ、お腹が空いてきた。いや、誰だってそうでしょうが、時間経てばお腹空きますって、体ってそういう仕組みですよね。まったく、そんなの効果って言いませんよ。もっと他にマシな効果はないんですか。例えば、腰の痛みがなくなったとか、前より疲れにくくなったとか。ないんだな、それが。なかったんかーい。言っちゃったよこの人、運動に何の効果もないって。ついでに言っておくけど、運動に何の意味もありません。ぶっちゃけすぎだって、やっぱり運動何の意味もなかったのね。なんで意味もないってわかってるのに、やる必要があるんですかね。いい質問だ。特別に答えてあげるよ。いや無理に答えてもらわなくても。答えはね、人生に意味なんてないのと同じさ。ちょっと何言ってるのかわからない。なるほど、勉強になったわ。いや、何参考にしてるんですか。てか、一体どこが参考になったんですかね。意味もなくやらされることの、なんと多いことか。なるほど、よくわからないけどわかりました。いやそれ結局わかってないと思うんだけど。つまり人生に意味がないのなら、食べることにも意味なんてないのでは。食べることには意味がある。でさ、話を元に戻したいんだけどさ。だそうです、お嬢様。本題に入ってちょうだい。言われなくてもそうするつもりだっての。単刀直入に聞かせてもらうけど、そんなに心配するようなことがあるか？あるわよ、パチェ、あなた食べ過ぎなのよ。そうですよ、そんなことも気づかなかったんですか。パチェが運動を始めたっていうから、少しは安心したのに。安心した結果があれなんですけどね。いずれにしても、その程度の運動でしょ。だとすると食べ過ぎだと思うわ。食べ過ぎということはつまり、カロリーの過剰摂取ということです。みんなそれぞれが1日に必要なエネルギーは違います。それは当たり前ですよね。例えばの話ですが、図書館で1日過ごすエネルギーと、門番として過ごすエネルギーは、そりゃ違うに決まってるわよ。同じだった。うっそーん。あはは、滑稽だ。そこまでして私が食べるのをやめさせたいんだな。そうなんだけど、だって普通に食べ過ぎですからね。わかった、こうなったら仕方ないな。禁断の書の話をしようじゃないか。禁断の書？ようやく見つかった本さ。一体何の本なんですか？昨夜、大丈夫だぞ。そう怖がる必要はない。頼むから薄い本要員だけは勘弁。触手がうわそれは夏コミの話だろ。この本はそういう本じゃないから安心してくれ。じゃあどういう本なのよ。もったいぶってないで早く教えてちょうだいよ。そうだ。まったく、せっかちなんだよな。ほら二人とも、この本だよ。なんなのこの本は。あはは、びっくりしただろう。これはエネルギーについて書いてある本さ。なるほど、カロリーもエネルギーですからね。だがね、この本はすごいんだ。何がすごいのよ。この本は今までの常識をぶっ壊す、そんな理論が書かれているんだ。
なんか言ってくれよ。頼むから、沈黙だけはやめてくれって。とは言われましても、興味が湧かなくてですね。あら正直。眠くなってきちゃった。聞いたら寝てもいいから、聞くまで起きててよ。あ、どういう理論かっていうとね、すべての食べ物のカロリーは、ゼロなんだよ。それをこの本は証明しているんだ。だからどれだけ食べたってカロリーゼロさ。この本には全てのカロリーゼロが載っているんだ。信じられないかもしれないが、これが真実だ。真実ってのは表には出ないものだからな。なわけ、ないでしょうが何がカロリーゼロ理論なのよ。そちにとって都合のいいことばっかりよね。あなた、食べていい口実を作ってるだけでしょ。第一、食べ物がカロリーゼロなわけがないわ。ドーナツなんてまずカロリーあるわよね。ドーナツはカロリーゼロだぞ。そうなの。じゃありませんよ。お嬢様、何興味津々になってるんですか。騙されちゃダメですって。カロリーは中心に集まる性質があるんだ。そんな性質知らなかったわ。あるわけないですって。中心ということは、逆に考えれば、ドーナツなどの中心が空洞の食べ物は、カロリーゼロ、ということになるんだ。なるほどわかったわ。なるほど全くわからんかった。形もカロリーゼロを表してるから太らないのさ。なんて素晴らしい理論なのかしら。あ、そうだ、他の食べ物とかはどうなのかしら。いや、もう聞かなくていいですって。聞いてくれてありがとう。次はこの食べ物なんてどうかな。話がどんどんカオスになっていく。次はみんな大好きアイスだよ。わーい、夏にいっぱい食べるの。アイスは冷たいし、カロリーごと凍らせているから。カロリーゼロ。おかしい点発見。アイスはカロリーを凍らしているのよね。それを食べるってことは、カロリーを取るってことでしょ。カロリーゼロ。ごまかしたー。皆さん見ました？こちらの方ごまかしましたよー。まったく、何を言ってるんですか。私がそんなことする必要がないじゃないですか。まあ昨夜、そんなに疑ってはダメよ。貴重な理論を聞く機会なのだから。そうよ、昨夜も聞いたらいいと思うわ。なるほど、いいアイデアですね。あはは、その通りさ。何でも聞いてもらって構わないぞ。それじゃあですね。クレープなんてどうでしょうか。なるほど、昨夜クレープ好きなのね。うるさいですよ、お嬢様。はは、クレープだけれども、カロリーゼロ、だから安心してくれ。ちょっと待ってください。昨夜、一体どうしたんだ。パチュリー様、実は、ネットでクレープのカロリーを調べたら、566キロカロリー、って書いてあったんです。一体私はどっちを信じればいいのでしょうか。カロリーゼロ。ありがとうございます。早速信じてみようと思います。人生で色々迷うことが多いと思うけれどね。迷った時はカロリーゼロ。そう信じておけば間違いないと思うわ。ありがたや。ありがとうございます。あ、そうそう。一応クレープの理論を説明しておくわね。よろしくお願いします。お願いします。では、ここに注目してください。先生、これはまさか。その通り、クレープを包む紙です。この紙がキーポイントなんですね。566キロカロリーの正体はこいつ。この包んでる紙を食べてしまったら、カロリーになってしまうから要注意だ。なるほど、通りでよくできてる紙なわけだ。紙を食べなければカロリーゼロ。ちゃんと覚えておかなきゃよね。以上で本日の講義を終わりにします。また次回があったらお会いしましょう。以上、カロリーゼロ理論のお話でした。ここまでご視聴ありがとうございました。次回も楽しみにしてくだされ。チャンネル登録はこちらから。他の動画もぜひ見ていってね。